皆さんこんにちは。罪の旅です。今回佐渡島に向かうため佐渡汽船ターミナルに来ています。早めに着いたのでターミナル内を散策。佐渡や新潟ならではの食材を使ったラーメンやうどんのお店、雪室コーヒー、かわいいデザインの T シャツやバッグ、佐渡バターポテトなど種類豊富に揃っていました。早速佐渡牛乳と佐渡バターフィナンシェを購入しました。佐渡島に向かうには船に乗る必要があります。まず新潟港へのアクセスはこちらの通りです。新幹線の場合、まずは新潟駅まで向かいます。新潟駅から佐渡汽船ターミナルまではバスかタクシーで10分から15分ほどです。新潟港から佐渡島へはカーフェリーかジェットフォイルという高速船があります。早く行きたい方はジェットフォイル、船旅を楽しみたい、車を運びたい方はカーフェリーを選びましょう。直江津港からもう一つの港、小木港に向かう方法もあります。佐渡島の基本情報をざっくりご紹介します。佐渡島の大きさは周囲約262キロ、人口は約 5.1 万人、日本海側最大の離島と言われています。また2024年には佐渡金山が世界文化遺産に登録されました。そして佐渡には特別天然記念物のトキがいることでも知られています。今回は4泊5日かけてじっくり20カ所以上のスポットを巡ってきました。ぜひ最後までご覧ください。車から降りたら真っ先に2棟の部屋に向かいます。2棟室はいわゆる雑魚寝状態なので、良さそうな場所を取るには速やかな移動がおすすめです。今回は夜の便だったからか人も少なかったです。差額を払えば空いている部屋を利用できる場合もあるようです。コインロッカーやエチケット袋も設置してあります。それでは船内ツアースタートです。今回乗っている船はおけさ丸、もう一つときわ丸という新しいカーフェリーもあるそうですが、タイミング的に乗れませんでした。100円の貸し毛布もあります。肌寒い時があるので1枚借りておくとゆっくり過ごせると思います。船の中にはゲームセンターもあります。約2時間半の船旅、飽きてきたらゲームで遊ぶのも良さそうです。食事どころもあり、ラーメンやカレーなども売っています。スナック菓子やお酒、ビール、アイスなども売っていて種類は豊富です。佐渡牛乳の自動販売機もあります。カップラーメンもありました。さて、ここからは昼間の映像です。カーフェリーの風物詩とでも言うのでしょうか。ウミネコが集まっています。売店でかっぱえびせんを買ってウミネコにあげても良いようです。
ちなみにフェリーで酔うのが心配な方はおとなしく寝ておきましょう。こんな感じでゴロゴロしていたらあっという間に佐渡島が見えてきました。実は佐渡は夫の出身地でもあり、私は何回も来たことがあるんです。土地勘のある地元民と巡る佐渡観光、早速明日から本格的にスタートです。前日10時ごろ到着し、こちらの沢田海水浴場の駐車場で車中泊をしました。キャンピングカーがたくさん止まっていて、車中泊スポットになっているようです。お手洗いもあり、夜は静かで過ごしやすかったです。なんといっても目の前が海なんですよね。朝起きてこの景色最高でした。体をほぐして駐車場から歩いてすぐのスポットへ向かいます。ここは写真スポットとしても人気の場所。昔佐渡から日用雑貨を運ぶ船が停泊するために作られた桟橋だそうです。味噌醸造業の飴屋さんに引き継がれたことから、飴屋の桟橋と呼ばれるようになったとか。それでは次のスポットへ向かいます。宿根木とは佐渡金山が栄えた17世紀を経て、江戸時代後期から明治時代初期にかけて北前船という海運船の寄港地として発展した集落です。迷路のような路地に100棟を超える板壁の民家が密集しています。この町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。朝の静かな時間は人がほとんどいなく、不思議な空間に迷い込んだかのような感覚になりました。住んでいる方がいるので迷惑にならないよう静かな見学を心がけました。朝食は佐渡にあるもう一つの港、小木港からほど近いこちらのお店へやってきました。トーストとコーヒーで。はい、かしこまりました。じゃあ私はトーストと野草茶。はい、かしこまりました。店内は6席のみのため、インスタグラムから情報を見て予約されることをお勧めします。穏やかな BGM に包まれて、目の前で調理される様子を眺めながら朝食への期待が膨らみます。トーストは佐渡人気のベーカリー T&M ブレッドのもの、クロワッサンも選べました。左はサラダ。食材は佐渡の季節のものを使っているらしく、見た目も美しいです。特にこのスープが美味しかったです。じゃがいものような味のスープにチーズがアクセントになっていました。フランス料理の技法を用いた創作料理を楽しめるお店で、ディナーもその場で予約したくなりました。それほど心地よく素敵なお店でした。ドリンクは佐渡の桶佐渡コーヒーか野草茶を選べました。野草茶はよもぎの香りがして体も心も温まりました。
朝食の後は佐渡名物たらい船。これはどなたも本当におすすめしたいほど楽しいんです。まずは受付でチケットを購入。このたらいの形の船に乗ります。船頭さんと一緒に約10分のツアーがスタートです。捕まりながら最初の方奥行かれて、そこの木戸の脇に腰掛けてください。いいですか。座りながら、座るまで揺れます。捕まりながら行ってください。でもまだそのぐらい長かったのかしら。今ここ矢島教場っていう観光名所です。その左前、山が今重なって見えてるんですけど、歩きました？まだ行ってないですね。ここ一周ぐるっと遊歩道があって歩けるようになってるんです。一周回れるんですね。そうですね。ここね、ちょっとこう歩く気見えないかもしれないけど、これこの辺のふわふわっとしたのが今日養殖のワカメと違って、くちゃくちゃっと短い。今遠くに見えてるの新潟。手道に覚えたね。あ、そうですか。私、今日魚の見せてあげられないんだな。黒鯛結構いるよ、この中。あ、そうですか。違う後ろへ行ってね、少しリーダー。はい、じゃあここへ来てください。あ、すごい。ロープに捕まってるからちゃんと進んでる。すごいです。進んでる。そうなってる。そう。うまい。うまい。あ、そう。最初は絶対にね、力がいるし、腰が痛いし、背中が痛いしね。慣れるまでは絶対。船頭さんに教えてもらった通り、矢島京島まで一周してみます。この日は風も波も強くて、海はなかなかの迫力です。これぞ日本海の海っていう感じがします。赤い橋を登った先に見えるのは新潟の弥彦山だそうです。次に訪れたのは満城敷というスポット。本当は夕日がとっても綺麗な場所のようです。なんで昼間に来たのか疑問が残りますが、気になる方はぜひ晴れた日の夕方に来てみてください。南米のウユニ塩湖のようなリフレクションの絶景が見られるようですよ。次は佐渡の人気ベーカリーカフェ島風味。こちらに行かれる方多いんじゃないですかね。なんて言ったって景色が良いんですよ。この日はゴールデンウィークということもあり、朝から混んでてテラスの海側の席は人がいっぱいでした。なので今回はテイクアウトにしました。以前撮影した写真を載せておきますね。晴れた日のテラス席、本当に最高です。ぜひ皆さん行ってみてください。撮影していないですけども、もう一つイチジクのパンを購入しました。ちょうどいいおやつ感覚で食べられました。次に向かったのはクレッセントムーン。こちらはビーガン、グルテンフリー、オーガニックのスイーツショップです。ずっと気になってたんですよね。お店の前に着くとすでに行列ができていました。人気の高さが伺えます。基本的にテイクアウトなので持ち帰ってホテルでいただきました。卵や乳製品、小麦などを使っていないと思えないくらい見た目も可愛いです。食材は佐渡のものを多く使用しているそうです。味はもちろん美味しくて何個でも食べられちゃいそうでした。お昼はこちら。新潟に来たら、いや佐渡に来たら外せないお店。新潟でも弁慶は人気で、その本店は佐渡にあります。
この日は30分ほどで入れましたが、もっと並ぶ日もあるようです。とりあえず何を食べても美味しい。佐渡のブリはもちろん、サーモンやタコ、アジ、特に南蛮エビがとろけるような甘みとうまみで美味しかったです。お腹が満たされたところで佐渡の観光メインスポットへ移動しました。ここは佐渡金山で採れた金銀を浮遊選鉱法という技術で選別していた跡地です。その技術を日本で初めて実用化に成功した場所だそう。1ヶ月で5万トン以上の鉱石を処理したことから東洋一の浮遊選鉱場と言われたといいます。佐渡島のラピュタと言われるのもわかる気がします。さて次は世界遺産に登録された佐渡金山。実は今回時間の関係で行かなかったんです。ごめんなさい。北沢浮遊選鉱場から車で約5分と近いです。佐渡金山は1601年に開山されたと言われていて、江戸幕府の財政を支えた場所でもあります。それから400年近く、1989年まで創業していた長い歴史があります。その採掘坑道を見学できるコースがあり、大人1人1500円。坑道内は年間を通して約10度前後です。真夏でも上着を持っていくのをおすすめします。佐渡金山から車で約15分ほどの尖閣湾にやってきました。お土産屋を通り抜けた先が有料ゾーンになっていました。日本渚百選に選定された約3キロにわたる5つの礁湾を見学できます。波が穏やかな時は海中透視船が出ていて、ガラス張りの床から魚群や海の中を見たり、迫力の景色も楽しめます。さて、そろそろホテルのある方面へ向かいます。佐渡のこの景色を見てもらうとわかると思うんですが、結構チェーン店やコンビニなどもあるんです。皆さんが想像する以上に栄えている地域もあります。佐渡への移住者もここ数年で結構増えているらしいです。私が初めて佐渡を訪れた時より素敵なお店がどんどん増えていて、また遊びに来る楽しみも増えました。ホテルに行く前に立ち寄ったのが佐渡乳業のお店。牛乳以外にもバター、チーズなどラインナップが豊富です。佐渡バターを使ったお土産もあります。このソフトクリームがめちゃめちゃ美味しかったです。クリームチーズを食べているようなコクがありました。さてお待たせしました。やっとホテルにチェックイン。この日お世話になるのは旅のホテル佐渡です。佐渡には他にも素敵な旅館、民宿などがありますが、今回は街中にあって観光に便利な立地のホテルにしました。
ちなみに長期休暇に佐渡に行く予定のある方は早めに予約を取ることをお勧めします。いい宿はあっという間に予約でいっぱいになってしまい、こちらのホテルもあと数室というところでした。こちらはキッチン付きセミダブルのお部屋です。予約の時からもうこの部屋しか空きがありませんでした。私たちはキッチンは特に必要なかったのですが、長期滞在する人にはおすすめです。キッチン用品の貸し出しもしているそうです。チェックインの時にドリンクのパックもいただけました。バスルームはこんな感じでとっても綺麗。楕円形の浴槽がありますが、今回は大浴場を利用しました。ルームウェアはセパレートタイプ。柔らかくて着心地よしでした。こんな感じで必要なものは一通り揃っています。テレビではホテルや佐渡の情報を見ることができ、混雑状況も確認できました。早速大浴場へ。女性用は暗証番号があるので安心でした。お風呂はややコンパクトな作りでしたが、とても良かったです。温泉ではないのですが、佐渡海洋浸透水という水深332メートルから取水した高ミネラルなお水を使っているそう。温泉に入ったかのようにポカポカしました。お風呂後にぴったりな佐渡牛乳とコーヒーもありました。自動販売機も充実しています。コインランドリーも助かりますね。食事どころも館内にあって、夕食をここでいただくこともできるようです。さて、今日の夕食はホテルから歩いてすぐのお店へ向かいます。ホテル近くにはスーパーもあるので、買い物もしやすいですね。このお寿司屋さんは夫の両親が予約しておいてくれました。お店の方も良い雰囲気で、観光の方も多く来られるようです。佐渡ならではの美味しいお魚とお酒を楽しめました。ごちそうさまでした。今回素泊まりにしたので、ホテルの近くにあるこちらのお店へ朝食を買いに来ました。オープンしたばかりだったようでとても綺麗。混んでいたのでテイクアウトにしました。佐渡産コシヒカリを使った贅沢なおにぎり、筋子に佐渡サーモン、梅を買ってきました。上の具材がこぼれましたが、中にもしっかり入っています。お米一粒一粒が際立っています。だけどふんわり優しく握られているのが伝わってきます。サーモンのちょうど良い塩気が美味しかったです。美味しいおにぎりでお腹を満たし、金北山と水田を眺めながら次のスポットへ向かいます。佐渡といったら特別天然記念物のトキも見ておかないと。自動券売機でチケットを購入しました。大人1人500円でした。
料館ではトキの生態や保護活動の道のり、剥製や骨格標本などがあり、トキについての知識を深めることができます。また実際に大型のゲージでトキを観察するエリアもあります。春から夏はトキの繁殖期、ちょうど生まれたばかりだったらしく巣が作られていました。ガラス越しにトキを間近で見られるのですが、この時は見られなかったので過去の動画をどうぞ。トキって近くで見ると結構迫力あるんですよね。羽を広げると羽の先が薄ピンクなのが綺麗。性格は臆病なのでカメラのフラッシュや大きな音は禁止です。ガラス越しなら存分に観察できます。なんと帰りに野生と思われるトキを発見しました。トキいないかなと田んぼを眺めながら車を走らせていたら、あら本当にいたよ、おいおいとびっくり。実は野生のトキを見るのは初めてだったんです。静かに車を止めて逃げないように息を殺して撮影しました。一瞬白鷺かと思ったのですが、顔が赤いのですぐ分かりました。カメラのズームの限界が悔やまれます。2008年にトキの試験放鳥が始まり、それ以来トキの野生復帰を目指して取り組んでいるそうです。2022年の資料では放鳥したトキは約150、野生下で誕生したトキは推定380羽ぐらいいるそうです。2025年の今はもっと増えているんでしょうか。両津港まで戻り、すぐ近くの道の駅へ。ここは車中泊の候補地でしたが、夜間は止められる台数が少なそうでした。午後になり、両津港からほど近いこちらのカフェへ。アイスラテと本日のマフィンを注文。お財布に優しい価格かつ美味しくて落ち着くお店でした。夕方は日帰り温泉へ。4日目は佐渡の山に登ろうと思います。佐渡で一番高い山は金北山というのですが、時間がないのと天気が良くないので、今回はどんでん山という山に登ります。ワオネバ渓谷の登山口から登山開始です。どんでん山は花の百名山にも数えられていて、スタートから二輪草のお花畑状態です。高山植物や水の流れる音に癒されます。ここから少しダイジェストでお送りします。いやー、山頂付近は風が強すぎてまともに動画が撮れませんでした。往復4時間半かかりました。打って変わって下界は晴天。
さて次は登山はしなくても楽しめる絶景スポットを巡っていきますね。約1時間かけてたどり着いたのは佐渡の北端、日本の海水浴場100選にも選ばれている景勝地です。海の色が加工なしでこの綺麗さです。2匹の亀がうずくまっているように見える島で、海水の透明度は佐渡随一。ミシュラングリーンガイドジャポンでは2つ星として掲載されているそう。下まで降りることができます。潮の満ち引きで景色が変わるのが楽しめるようです。先ほどの2つ亀とともにミシュラングリーンガイドジャポンに掲載されている大野亀。5月下旬から6月上旬にかけて飛島肝臓という黄色い花が一面に広がることでも知られています。標高167メートルの一枚岩がそびえ立っています。実際に上まで登れるようですが、風も強いし登山をした後なのでやめておきました。ちょうど登っている人が見えますね。後ろを振り返ると2つ亀が見えます。ここから見ると2つ並んでいるのがよくわかります。この日は夫の両親おすすめの温泉へ行ってきました。少し入っただけですぐ体が温まるとても良いお湯でした。最終日という名の移動日です。帰りも両津港から新潟のフェリーターミナルへ戻ります。夫の実家でゆっくりしていたら、すでにたくさんの車が港に並んでいました。出発前に寄りたいカフェがあったんですが、車の乗船が始まってしまって寄れませんでした。また来た時に行こうと思います。船の中で佐渡乳業のコーヒーを買おうと思ったら、まさかの売り切れ。なぜか他のコーヒーも売り切れでした。仕方ないので佐渡を眺めて黄昏ようと思います。ウミネコは一体どこまでついてくるんでしょうか。そしてフェリーを追い抜いていく高速船のジェットホイール。結局この旅で何回飲んだだろうか、佐渡牛乳。新潟駅にやってきました。駅前はリニューアルが進み、すっかり様子が変わっていました。駅中のお店で鶏のタレカツを購入。これをご飯にのせれば名物タレカツ丼になります。これは老舗の菓子屋大阪屋で購入。佐渡にも店舗があります。シュークリームとぶどう気候という洋酒に漬け込んだレーズンが挟まれている焼き菓子です。新潟に行ったらぜひ買ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。